皆さんこんにちは。ジャパニーズスタディラボのまゆです。今日は日本のビザ制度についてお話ししようと思っています。最近日本のニュースでそのビザの更新手数料が上がりました。つまりビザを新しく手に入れたい欲しい人とか、その今持ってるビザをもっと長くしたい、延長したい人はもちろんお金を払わなきゃいけませんね。そのお金、ビザの値段が上がりますよというニュースがありました。そしてその値段が本当にちょっとだけ高くなるというわけではなくて、本当にもう10倍ぐらい高くなるみたいなんですよね。それで私も本当にそのニュースを見てびっくりしちゃって、これはポッドキャストで話したいなと思って今こうやってビデオを撮っています。私はイギリス人と結婚しているので、これ本当に私に本当に関係があるニュースなんですよね。旦那さんがビザを更新するためにもちろんお金を払わなきゃいけないので、将来的にそのお金、値段が高くなるということなので、またたくさんお金払わなきゃいけないじゃんと思って、個人的にはちょっと気分が落ちてしまったんですよね。でもちょっと落ち着いて国のことをね考えてみたら、もちろんいろいろな意見があると思います。まず具体的にどのぐらい高くなる予定なのかについて話したいと思います。まず今例えば日本人と結婚している外国人の方は、結婚ビザ、配偶者ビザという種類のビザを取らなきゃいけません。そのビザっていうのが本当に今は多分おそらく4000円とかそのぐらいで取れるはずなんですよね。それが4万円になる。だから本当に10倍ですよね。そして永住者ビザって言って日本にもう永遠に一生住むことができますよっていうビザを持っている人が7年に一度その在留カードって言って、その外国人が日本に住んでいる時に持たなきゃいけないカードがあるんですけど、これを7年に1回更新しなきゃいけないんですけど、その時にかかる更新料、手数料っていうのがもともとは8000円ぐらいだったのかな。それが10万円になる予定だそうです。で、私の旦那さんはイギリス人なので、もちろんね、本当に私にも関係ある話なんですけど、私の旦那さんは永住権って言って日本にずっと住むことができるタイプのビザというか権利を持っています。なので、次そのね在留カードを更新するときには10万円払わなければならないということになります。高いと思いつつもいろいろな意見があります。なぜなら例えばアメリカとかイギリスとか、カナダとかそういう海外の国では本当にビザをね手に入れるためには本当に数十万のお金がかかるっていうのは普通のことなんですよ。ね、やっぱりそれは移民対策といって、そういう外国からいろいろな方がね簡単に自分の国にね入ってこれないようにルールとかそういう書類とかいろいろなことを厳しくして国を守れるようにシステムを作っているんですよね。
なので、日本もそういう外国のね、ビザの値段と、同じぐらいになりますよっていうことなんですよ。でも、正直、例えばそういう配偶者ビザとかの、配偶者ビザ、結婚ビザの、そういうビザの更新手数料が4万円とかになったとしても、まだ正直、そういうアメリカとかイギリスよりは安いはずです。なぜなら、私は、ロンドンに住んでいたんですけど、その時私も、日本人なので、イギリスで外国人としてビザを取る必要がありました。その時に本当に2年半のビザを取るために本当に4万とかそんな安い値段じゃなかったです、正直。多分、本当に20万円とか、本当にそのぐらいのお金は払ったはずです。で、それに加えて、そのビザを申請するためにいろいろな、書類を作ったりしなきゃいけなかったんですね。例えば、そういう私についてのいろいろな情報は日本語で書かれているので、その書類を日本語から英語に翻訳しなきゃいけなかったんですけど、その翻訳をするために、その翻訳の会社に翻訳してくださいって、その書類を翻訳してくださいってお願いしたんですよね。それにも多分、2万円から3万円かかってるはずなんですよ。で、そういうふうにいろいろ書類を作るためにもお金がかかっているので、そういうのを全部ね、合わせると本当に40万円とか、そのぐらいのお金がかかった記憶があります。そうなると、本当にまだまだ4万円は安いじゃないか。そう考えたら4万円は安いよねっていう考えもあるわけですよ。そう。ね。そうやって日本に外国人、この頃、日本に外国人の方が簡単に住むことができてしまう。そういう値段的にも、そのビザの申請の、ルールっていうのも本当に厳しくなくて、誰でも簡単に日本に住むことができちゃう。そういうことが問題だなと日本の政府が感じていて、今回そのビザの値段を上げますよということになったんですね。で、それについて日本人の皆さんはどう考えているのかなといろいろ SNS を見てみたんですよ。例えばインスタグラムとかスレッドとか、X、ツイッターとかいろいろ見てみたんですけど、これ私が自分で見ただけなので、実際はどうかはっきりわからないんですけれども、大体60% から 70% ぐらいの人がやっぱりビザの値上げに賛成している感じだったんですよね。だからつまりビザの値段が高くなるのはいいことなんじゃないかと感じている人が多かったんですよね。それに反して例えば日本で今いろいろ活動しているその外国人の方とかはいや本当に困るよみたいな、突然そんな10倍も値上がりしたら結構辛いよみたいなそういう意見を話してらっしゃる方もいらっしゃいました。例えば私の旦那さんみたくもう日本にずっと住むことができる永住者だよっていう場合は本当に7年に1回10万円払えばいいわけなので、安い値段とは言えないけど、頑張れますよね。でも例えば、
そういう仕事のそういう就労ビザとか、あとはそういう結婚、配偶者ビザとかで1年に1回ビザを更新しなきゃいけない方にとっては、毎年毎年そういうね3万円とか4万円とかそういう値段を払い続けなきゃいけないわけですよね。まあ払えない金額ではないと思うのですが、まあそう考えるとちょっと痛いですよね。まあ安くはないですよね。そう本当にいろいろな意見があるなと思いながら、皆さんの意見をね SNS で見ていました。私自身は本当に国が日本の政府がその自分の国を守るためにそういうビザの制度を変えていったり、ビザの更新の手数料、値段が高くなることについて、ちょっとしょうがないな、仕方がないなというふうに思っています。私が、個人的にもちろん安い方が助かりますよ。当たり前です。でも、ここは私の国なので、もちろん、そのビザの値上げが本当に自分の国を守ることに必要なことであれば、仕方がないなというふうにも思っています。もう値段が上がりそうなので、旦那さんと日本で住み続けるためにはもう払い続けるしかないので、しょうがないかなと思ってはいます。ね。しょうがないと思いつつも、やっぱりね、若い方が日本に留学できたいとかね、なるとやっぱりビザのもちろん値段が高いと、経済的にちょっとお金があんまりない方にとってはね、ちょっと苦しいかもしれませんが、難しい問題ですよね。正直私は何が正しいのかとか、そのビザの値上げがそういう今日本に住んでいる外国人の方の生活がどう変化するのかとか、ね、そういうことはちょっと正直はっきりわからないんですけれども、今そういうニュース、ビザの値段が高くなりますよっていうニュースが日本でありましたということをお話ししてみました。皆さんはこの日本のそのビザの値段が高くなることについてどう思いますか？10倍はちょっと値上げしすぎ、そういう意見もあるかもしれませんが、それとも他の国とね同じぐらいの値段なんだからしょうがないでしょと思いますか？で、皆さんの意見もぜひコメント欄で教えてください。それでは今日も私のポッドキャストを聞いてくださってどうもありがとうございました。また次のポッドキャストで会いましょう。またね。バイバイ。